むずっ。反数してますね。やばい全然できない。What? オーリーを成功させると同時に板を折ってしまいました。マジかよ。なのでまずは修理から入ります。スケボーを始めて感じるのは意外に消耗品が結構あるなぁと。板やタイヤだけじゃなくて、タイヤの中の部品とか、ゴムとか、あとは靴。専用の靴でやってないからかもしれませんが、すぐに穴開いてボロくなってしまいます。次は YouTube で勉強します。イメージをはっきりさせます。いける。練習スタートです。前回板折ってから1ヶ月くらい空いてしまって、オーリーの感覚を忘れてしまいました。キックフリップ、本当はオーリーを完璧にできるようになってからやるべきらしいのですが、うるっせえやらせろということで、並行して練習していきます。初日はまずはオーリーから。キックフリップ初アテンプトです。こんなもんでしょ。強っ。なんやそれ。勉強動画で手で持った状態から1回転させてみ、結構むずいからみたいなことを言ってたんですけど、その通りで難しいです。むずっ。これ見てるとマジでできる気がしねえな。吹っ飛ばしてんな。これ俺下手すぎるんかな。みんな通る道なのかな、吹っ飛ばすの。壁に手をついて練習です。今の比較的綺麗でしたね。足首のスナップが全然ねえな。あれこれ成功してるっぽいね、今の。ただこいつ、多分気づいてないですね。一回も回ってないって思ってんのかな。超まぐれでしたね。何回かに一回、吹っ飛ばしキックが出てきて、俺を萎えさせる。正直全くできる気がしませんでした。オーリー同様、1日目は絶望で終了です。2日目です。正直何が良くて何が悪いのかも全くわからないので、ひたすら数をこなしていきます。これ見てると練習する場所を選びますよね。うるせえもんな。もし周りに住宅があったとしたら。板回ってもないのに左足でキャッチしに行ってますね。何やってんだこいつ。
ケボーやられてる方って1回で何分くらい練習すんのかな。俺30分くらいでバテちゃうんだよな。情けない。板が縦になるやつマジで気をつけてください。股間とかケツに刺さったら終わりらしいです。出たな、吹っ飛ばし。まだ左足キャッチは早いよって言ってあげたいですね。と思ったらナイス。2日目も特に進展はありませんでした。むぜ。3日目です。オーリーの時に発見しましたが、土の上で練習すると滑らなくなる。ズルンっていかなくなるので、着地が怖くなくなります。なので今回もやっていきます。今の2回転していますね。いつかダブルキックフリップやってみよう。キックフリップが難しいポイントの一つとして、ちょうど1回転させるというのが難しいです。上手い方は1回転したタイミングで空中で板をキャッチしてそのまま着地するんですけど、僕は下手なんで板キャッチと着地が同時になってしまうので、ちょうど1回転回すその力の入れ具合がすごく難しいです。これです。板が縦になっちゃうの。ぜひお気をつけください。何十回に1回かいい感じのができて、いけるぞってなって、その後吹っ飛ばしが出て、また萎えてしまうというループです。吹っ飛ばし出てきますね。厄介です。これ体を意図的に前向きにしました。肩が開いてるというか、ここから足の位置とか体の向きとか、なんかすごい細かいところを一個一個変化させて、いい感じのを探っている感じです。これからキックフリップ始めたい方、長くて厚めのソックスとか、下手したらサッカーのすね当て、今レガースっていうんかな、もうあった方がいいくらいです。マジですねがあざだらけになります。練習やってて捻挫とか転ぶとかよりもすねの骨折が一番ビビってました。これマジで
難しいっすよね。スケボーってストリート系のスポーツというか、アーバンスポーツで、スケボーやっているいい大人がすね当てつけてるってなんか、かっこよくはないですからね。うん。俺はオスなんでつけないですけど、でも怪我するよりは全然いいし、最初のうちは防具つけてやってもいいのかもしれません。スケボー専用防具とかあんのかな。手や足だ。オリンピック2大会とも見てますけど、スケーターみんなシュッとしてますよね。多分反数してる。右足の振り抜きスナップが全然ねえ。3日目は回転に関しては少しだけ成果があったかな。だけど先が長えな。4日目です。見てる方さっさと成功しろよとか、俺ならすぐできるとか思ってるかな。見た目以上に結構難しいですよ。オーリーも傍から見たら結構簡単そうに見えるもんな。友達と一緒に練習するのがベストだなって思います。重心変だよとか、足のスナップできてねえぞとか言い合ったりとか、あとは雑談しながら休憩しつつ練習するのがなんかいい気がしますね。反数してますね。そんで吹っ飛ばし。こいつフランクオーシャン歌ってる。セルフコントロール。夏の夜に聴く歌で、というかもっと言えば恋愛ソングで一番好きかもしれません。今のキック良かったな。半数タイムですね。こうやって見ると1日目と違うな。やってる本人からしたら全く成長を感じられなかったんですよね。この日はノリノリだったので、最後に両足キャッチに行きます。惜しい。惜しいね。惜しい。なんやそれ。ダセ惜しいな。右足を先に着地させたいな。戻ってアドバイスしてあげたいわ。ということで、板縦向きだったんですけど、一応乗りました。この日は2時間ぐらいぶっ通しで飛んでましたね。疲労困憊ですね。この日は終了です。やっとなんか成果みたいなものが見え始めたかなという感じです。こっから長いんですけどね。5日目です。
前日の良かった感覚はすぐに忘れてしまいます。なのでまずは思い出す作業からなんですけど、なかなか思い出せない。これもあるあるなのかな。昨日できたことが全然できなくなっちゃうみたいな。なんか左足が変だな。後ろ足ぴょんってなってる。やばい。なんか左足がぴょんってなってる。やばい。左足が変だ。大丈夫かな。いつ治んだろこれ。全くうまくいかないので休憩です。これなんていう遊びなんでしょうね。これ名前あんのかなこれ。おー。両足でキャッチしに行ってますね。今度は左足。もう少し体の方、足元の方に向かって回せるとキャッチできそうなんですけどね。おー、成功かな。なんかあんまり満足してないみたいですね。着地が少し変だったからかな。おう、これは成功判定か。成功みたいですね。基準がわからねえな。さっきと一緒だろ。足が疲れるんですよね。他のスケーターの方はシュッてしてるからあんま疲れないのかな。おお、ナイス。惜しい。うわー、痛そう。足をぐねりましたね。うん。アドレナリンで大丈夫そうですね。世の中のスケーターはアホほど足ぐねってるんでしょうね。おー、さっきより綺麗。ということで止まりながらは成功ですかね。最終ゴールは動きながらキックフリップです。6日目です。言っちゃうとこっから停滞します。5日目までは一歩進んだら次の日半歩戻ってまた一歩進んでみたいな感じだったんですけど、こっから半歩進んで半歩戻ってとか、あとは一歩も半歩も進まずに一歩戻ってとかっていう期間が続いてしまいます。昨日できたことができないと焦っていろいろ試して沼です。そして昨日できたことがまぐれだったんだと気づきます。
全然できない。落ち込んでますね。なんか最悪なイメージのまま終わりたくないんで、一回でも成功させたら終わりたいんですけど、全く成功できなかったです。7日目です。この日も停滞だったような気がします。スケボーって趣味としての敷居が高いなって思います。乗馬みたいな始めるための敷居が高いんじゃなくて、楽しむまでの敷居が高いなって。バスケとかサッカーとか野球って初心者でも楽しめる部分が多いと思うけど、スケボーは楽しめるまでに壁がありますよね。オーリー挑戦して挫折してやめる人が大半らしいですし、ギターでいう F コードだったかなという同じかな。本当は街乗りとか友達とだべったりを楽しみつつトリックを練習するのがいいような気がしますね。趣味って言っても楽しむまでに時間とか努力が必要なものが結構ありますよね。楽器はその最たる例だと思いますけど、だからパチンコする人が多いのは努力が必要なく楽しめるからなんて聞いたことがあります。なるほどなぁなんて思いますね。ちなみに僕のやりたいことリストにパチンコで勝つがあります。いつか挑戦します。素人ながらこいつのキックフリップの悪いところは、まず板が上がりきる前に回転させようとしているところ、あとは前足の振り抜きが全然ないところですね。足をかすって回転させている感じがします。スケボー練習されている方はぜひ撮影して見返すのは結構ありだと思います。悪いところがわかります。僕も次のトリックからそうします。この日かなり練習してやっと両足に乗れるようになりましたかね。現状維持が精一杯で滑りながらメイクにはなかなか取り掛かれませんでした。8日目。そういえばウィール、タイヤが前後で違いますね。そろそろちゃんとしたパーツ買うか。よく何事も形から入るみたいな方がいますけど、僕は逆で、どんな形でもやれそうならひとまずやる派ですね。8日目も進展がなくて嫌になっちゃったので、2、3日休むことにしました。イメトレだけめちゃくちゃやるようにします。11日目。2日休んだら超リフレッシュしました。あとはイメトレのおかげでいける気しかしなかったです。なんか綺麗ですもんね。なんとなく綺麗な感じがします。調子良かったので滑りながらに挑戦しました。初アテンプトです。まあそんなうまくいかないね。滑りながらだと重心移動みたいなものをも考えなくてはいけなくなるので、難しさが段違いです。むずいんだよな、マジで。世の中のスケーターマジですげえっす。
乗るよりもまずは回転の練習ですかね。釣り上げられてないし、スナップもできてないし、改善点がいっぱいだな。ただですね、滑りながらを経験するとですね、止まりながらがめっちゃ簡単に思えます。見てください、このこなれ感。この時キックフリップのコツをつかんだ気がしましたね。まあ次の日忘れるけどね。ここでも吹っ飛ばし。反省反数タイムですね。11日目でやっと滑りながらに取り掛かることができました。12日目。静かに捻挫したみたいです。スケーターの方、足ぐねったらどうすんのかな。休憩どれくらい取るんですかね。多分捻挫しまくりでしょうからね。スケボーのハードルの高さに怪我のリスクがアホほどあるっていうのもあるなと思います。スケボーを使ってジャンプするなんて普通に考えたら頭おかしいですからね。スケーターは多分リスクジャンキーになってる気がします。もしくはバグってるか。この日調子悪そうですね。なんだこの虚無顔。思いを馳せてますね。思いを馳せてるっていうんかな。何をやってんだ。12日目は進展ゼロどころか後退ですね。立ちながらすら怪しかった。13日目。惜しいなぁ。おおなんかこれ発見なんですけど、一回こけるとですね、無意識にビビってるのか、次あんまりうまくできないっていうのがあってですね、情けない話ですけど、ビビっちゃってますね、多分無意識化に。
やっぱ止まりながらと動きながらだとやっぱ感覚が全然違ってですね。むずい。この日めちゃくちゃ練習しましたね。最初メイクできそうなのがあったがゆえというか、諦めきれなかったなと思います。滑りながらの練習でいいところはですね、連続で飛ばなくて済むので、あんまり疲労がそんなにないって感じですかね。悪いところはむずい。それだけです。14日目。そろそろ1回くらい決めたいと映像のこいつも思っているはずです。滑りながらキックフリップは意識すべきポイントがめちゃくちゃあるんですよね。重心の位置とか飛ぶ方向とか後ろ足上げなきゃとか、あと前足のスナップのタイミングとか、これらを考えるとですね、もうわけわかんなくなっちゃいます。惜しい。こけてこの表情なんだ。超半数タイムですね。重心が後ろになってると今みたいにズルンってなっちゃうから、重心は前目にしないとって思っているはずです。でも前目にするとですね、板があんま上がんない感覚もあってですね、難しいね。惜しい。あれこれ成功してないっすか？でも全く記憶ねえし、映像のこいつ全く喜んでねえし、多分スケボー止まっちゃったから滑りながらにカウントしてないんですかね。自分に厳しいな。全く覚えてないんですけど。惜しい。ちょっとずつなんか乗れそうな雰囲気出てきましたね。ただ長い時間練習してると飛べなくなってくるんで難しいですよね。感覚はなんとなくつかめてくるけど肉体がしんどいみたいな。ここら辺からまた明日感が漂ってきましたね。そうそう、ここで
今日はもうやめよって一瞬思ったんですけど、なんかムカついたんでラスト1回って思ってやったんだ。そんで成功。自分でもめちゃくちゃびっくりしましたラスト1回で成功するとは正直思ってなかったです。やるよこいつ。成功インタビューですね。どうですか？空中でキャッチはできてないけど一応クリアしました。メイクシャシャ。喜んでますね。嬉しかったなマジで。キックフリップきれいにして、次はトレフリップやりたいと思います。なんか体感めっちゃ時間かかりました。キックフリップクリアしました。やるよ。このチャンネルではやりたいことを一つずつ達成していきます。ゴールはやりたいことリストすべてやり尽くすこと。